トヨタ、スープラ。名車 2000GT の伝統を継承した FR スポーツ。市場を意味する 3000GT。1986年2月、トヨタは全く新しい大型 GT モデルのスープラシリーズを発売した。もともと、スープラは、スポーティーモデルのセリカ、WX の輸出名であったのだが、それを国内向けモデルにも拡大採用したのである。スープラとは、ラテン語で、市場とか、を超える、といった意味で、英語で言えば、スーパーということになる。デビュー当時のカタログの冒頭には、名車としての誉れも高い、夢の車、トヨタ 2000GT があった。その精神と魂をここに蘇らせる、トヨタ 3000GT、スープラ、誕生。スープラ、それは、市場を意味すると、高らかに歌い、トヨタ 2000GT の血統を継承した、本格派スポーツモデルであることを宣言していた。マニアからの熱い視線を独り占めしたのは、当然の成り行きだった。伸びやかな、ロングノーズクーペ。スープラのボディは、3ドア、ハッチバッククーペ、トヨタでは、リフトバックと呼んでいた。それは、基本メカニズムを強要する、2代目ソアラとの差別化を明確にするためだった。全長 4620mm、全幅 1690mm、全高 1310mm、そして、ホイールベース 2595mm という堂々たるサイズを持つが、これでもソアラよりはホイールベースで 75mm 短い。スタイリングはスポーツクーペの文法に忠実な仕上がりで、風洞実験のデータをそのまま形にしたような印象を与えた。フロントグリルは存在せず、バンパーとノーズピースの間、及び大型のエアダムスカート下側に開けられた差し型の隙間からラジエーターへの冷却風を取り入れる形だ。ヘッドライトはこれも空気抵抗の減少を考慮して電気モーターによるリトラクタブル式とされた。リアウィンドウは強い傾斜を持った CE ピラーにより巨大な曲面ガラスに見えるが、実は3分割されており、ハッチゲートとして開閉できるのはルーフに続く部分だけだった。全体としては同時期のフェアレディ Z や初代マツダ RX-7 などにも似たラインとなった。5名乗車が可能なインテリアはどちらかといえばオーソドックスなデザインとなっている。ソアラでは先進性を強調するために全車種デジタル表示のメーターとされたが、スープラでは速度計やエンジン回転計をはじめ全ての計器はアナログ表示。デジタルメーターとなるのは最上級車種の一部だけという徹底ぶりである。後部座席はスタイリングのために特にヘッドスペースはミニマムであり、ちょっと大きめの2+2と考えた方が良い程度である。国産最強3リットルターボパワー。スープラのモデルバリエーションは主にエンジンの違いにより区別された。搭載されるエンジンはすべて直列6気筒。具体的には3リッター1種と販売の主力となる2リッター仕様に3種のエンジンが使い分けられる。最上級グレードである 3.0GT ターボには直列6気筒 DOHC24 バルブに電子制御、燃料噴射装置と空冷式インタークーラーを持つターボチャージャーが装備され、230PS、5600rpm の最高出力と 33.0kgm、4000rpm の最大トルクを発揮する。当時は量産型国産車としては最強のエンジンと言われた。一方 GT を名乗る2リッターの DOHC24 バルブ系はツインターボチャージャー仕様と自然吸気型が用意されており、好みによって選べた。スペックはツインターボ仕様が 185PS、6200rpm、24.5kgm、3200rpm、自然吸気型が 140PS、6400rpm、16.5kgm、3200rpm だ。トランスミッションは5速マニュアルと4速オートマチックが選択できた。駆動方式は後輪駆動 FR で4輪駆動 4WD 仕様の設定はなかった。先進の4輪ダブルウィッシュボーン式採用。
サスペンションは、トヨタ 2000GT と型式が同じダブルウィッシュボーン、コイルスプリングによる4輪独立懸架。さらに設定されているエアサスペンションは採用されていない。ブレーキは4輪ともサーボ機構付きディスクブレーキだ。LSD、リミテッド、スリップレファレンシャルは GT 以上のグレードに、電子制御式、ABS、アンチブロッキングブレーキシステムは 3.0、GT ターボにオプション設定されていた。価格は最もベーシックな 2.0S の200万9000円から、最上級の 3.0GT ターボの335万5000円まで。スープラには、デビューしてから4ヶ月後の1986年6月には、デタッチャブルルーフを装備したスープラエアロトップ仕様が登場。さらに、翌1987年1月には、輸出用のワイドボディを国内向けに仕様変更を加えたモデルが登場している。これは前後フェンダーを広げ、全幅を 1765mm としたもので、ワイドタイヤの装着を可能としていた。スープラは、それまでの国産車では考えられなかった大排気量エンジンのモデルが多数登場し、高性能を追求した時代を代表する存在。マニアにはもはや懐かしい時代。日本車黄金期に誕生した名車だ。